回の動画ではですね、日本の習慣として割り勘についてお話ししたいと思います。例えば電車に乗ります。座席でね、お互いに向かい合って座るような座席に乗ったとします。その時ですね、はい、私座席に座ってます。前におばあさんが座ってたとします。で、そのおばあさんがふとみかんを出して私にくれました。その時、私はどんな気持ちでしょうか。もちろん嬉しいですね。ありがとうございます。受け取ると思うんですけども、それと同時にですね、困るんですよ。なんで困るのか。どうやってお返ししましょうかってことを悩み始めるんですね。そういった、習慣といいますか、文化といいますかね、国民性、いろんな表現あると思うんですけども、そういうものがあるんですね。で、何か割り勘のお話ですね。実はこの割り勘というのもそういった考え方から生まれたものだと私は考えています。例えば食事とかした時にですね、誰かがおごってくれます。おごってくれる相手が私の恩師とか恩人とかですね、世話になってる上司とかだったらごちそうさまですっておごってもらうと思うんですけれども、友達同士とか仲のいい間柄ですと割り勘というのをやはり使うんですね。それは何でか、先ほどお話しした通り、誰かにおごってもらったりするとお返しを考えなきゃいけないんですね。もし誰か友達におごってもらったら私は借りができてしまうんですね。で、その借りをいつかお返ししなきゃいけないってすごく気にするんですね。ですので何かそういう貸し借りなしで、そういうことを考えずにきちんと分けてお金を払いましょう。これで、割り勘なんていうのが、広がったと思うんですが、最近の若い人とか、時代とともにいろいろ変化してます。皆さんの国はどうでしょうね。例えばデートした時に食事とかなんか全部男が払う。日本はね、昔は結構そういう習慣あったんですけど、最近では女性でもですね、仕事ついたりとかね、給料もらったりとかね、そんなもんね、嫌だ、女性の方も払うっていう人もいるのかなって感じですけれども、割り勘っていうのは要はその何でしょう、貸し借りの関係、お返ししなきゃっていう余計な考えを持ちたくない。だからきちんと分けましょう。また自分の食べたものだけのお金は自分で払いましょうでね、生産を分けたりなんていう習慣が、あったりしますが、もちろんおごるおごられるっていうのもですね、まだまだ残ってますが、そこら辺もやはり人間関係によって違ってくる、そういったね、日本事情がございます。こんなのも覚えておくと面白いかと思います。